こんにちは、だけチャンネルです。今回もですね、モデルファクトリーヒロ MFH の12分の1マツダ 787B の制作やっていこうと思います。やっていこうというか開始していこうと思います。で、開封動画の時にも言ったんですけど、説明書では本当はモノコックから作るって書いてあるんですけど、ちょっとモノコック作ろうと思うとね、塗装とかを全部やらないと、ボディの塗装とかを全部やらないといけなくなっちゃうんで、ちょっと順番的に厳しいものがあるので、まずエンジンからやっていこうと思います。エンジンミッションで、リアのサスペンションっていう感じでやっていこうと思います。で、それに並行してボディの下処理とかいろいろやっていくっていう形で作業を進めていこうと思ってますので、今回はエンジンもちょっとね結構大変なんですよ。で、今回のやつはエンジンの中の再現もあるし、そのエンジン周り吸気部分の可変調ファンネルとか結構ギミックとか再現するところがいっぱいあるんで、エンジンだけでもおそらく3回4回ぐらいの動画になっちゃうと思うんですけれども、かなりボリュームたっぷりの内容になると思いますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、そしたら早速作業入る前に、パーツのチェックをしていくんですけども、エンジン本体だけでパーツがこんだけになります。これプラスあとファンベルトとかちょっとショートパーツがあったりするんですけども、一応メインとしてはこんだけのパーツを組み合わせるっていう形になります。で、この 787B は4ローター、エンジンの中にねこのぐるぐる回るおむすびが入ってる、おむすびが4つ入ってる4ローターエンジンっていう形になるので、これをね積み重ねてエンジンを作っていくっていう形になります。で、結構調整をしないと、エンジンが回らない形になるんで、このキットの場合かなり調整をしないとエンジンが回らないので、その辺の調整をしつつ、バリとかを取ったりとかクリアランスを調整したりっていう感じで、調整をしつつ、これらを全部組み立てていくっていう形でやっていきます。で、この説明書を見ても色の指定がね結構ざっくりとしか書いてないんですよ。で、このパーツの中でこのローターハウジングにあたるパーツ、これに関しては実車はアルミなのでアルミのむき出しになります。なのであんまり表面処理をゴリゴリせずに、なるべくこのホワイトメタルの素地を生かすっていう感じでやりたいなと思ってます。で、このサイドハウジングに関しては実車は鉄なんですよね。鉄なんですけど、ここのローターのここの面に関しては面検されてピカピカの状態になってるので、ここは磨き出しして、でサイドは塗装してっていう感じでやっていこうと思います。で、ローターの方はもうバリとかを取って磨くだけって感じですね。ローターも、実車は鉄なんですけど、こんな感じでやっていこうと思います。全部ねメタルパーツなんで、このメタルの良さを生かしつつ加工していくって感じでやっていきますんで、早速作業の方を進めていきましょう。今回はねエンジンだけ、補給類は、次回に回すので、今回はエンジンだけの作業をやっていきます。はい、そしたら塗装をしてきまして、こんな感じにしました。このサイドハウジングは鋳鉄なんですよね。鉄製なので塗装が実写もされてるので、ここがグラファイトブラック、クレオスのグラファイトブラックで塗装しました。黒かなとも思ったんですけど、なんか実写の写真を見てるとねちょっとこうキラッと光る感じ、表面のね質感とかもあるかもしれないんですけど、そんな風にも見えたんでグラファイトブラックで塗装しました。で、こっちのローターハウジングの方はここはもうアルミ製でアルミむき出しっていう形なので、塗装はしてません。はい、
そんな感じなので、これを組み立てていくんですが、これがねなかなか大変でまあ一筋縄ではいかないんですよ。なんでちょっとぼちぼちやっていく形にはなるんですけど、一応仮組でね何回も組み合わせたんですけど、3ローターまでだったら回ってくれるんですけど、4ローターになるとね途端に引っかかっちゃうんですよね。でもう接着してない仮組の状態でやったらもうどないしてもそうなっちゃうんで、組んでみてどうかっていう感じですね。もう無理だったらもう回るのはちょっと諦めた方がいいかもしれないっていうのも、結構これ何回目かの再販なんで、ちょっとね肩の精度が良くなくなってしまってるのか、ちょいちょい合いが悪いんですよね。もう明らかこのローターとかもね少し痩せちゃってる感じ。このローターハウジングに対してローターがちょっとちっちゃすぎるんじゃないかなっていう気もしたりとかして、ちょっと厳しいんじゃないかなと思うので、とりあえずやれるとこまでやってみようと思います。でちなみにこのサイドハウジングは塗装した後にここのローターの、合わせ目の面、ここだけ、ヤスリで削り落として磨いてあります。はい、そしたらね組んでいくんですけど、まずはねここにサイドハウジングとローターハウジングを組み合わせてあげて、で接着で微妙にちょっと隙間が空いたりするんですよね。だからその辺もねちょっと接着しつつギュッと押さえて、こうねもう力技でいきます。ある程度は修正はねしたんですけど、仮組みの時点でね修正はしたんですけど、その後こちょこちょ触ってるとね反ってきたりとかするんで、ね、やっていきましょう。こんな感じでね、組み合わせていくわけです。で一応説明書通りの向きでいこうか。こういう形でこれステーショナリーギアだったかな、ここのギアにローターのギアをかませつつ、このエキセントリックシャフトをここに差し込むと、こういう形で組んでいきます。でこれをかぶせたら次にこの真ん中だけね形が違うんですよ。なんでこれをここにセットして、でこれも接着していくと。でこの時下手にね回らないように気をつけながらやっていきます。本来だったらこのシールが入るところに瞬着持ってあげるといいのかな。こうね微妙な隙間とかがねその干渉したりとかね、そういうのの原因になると思うんですけどね。なかなか完璧に調整しきるのは
難しい。でつけたら次にこのエキセントリックシャフトをね2本ジョイントしてあげるんで、でこれ瞬着使ってる理由はね、もしはみ出したりとかして他の余計なところについたりとかしても、瞬着だったら何とでもなるからですね。瞬着だったらギュッてねじってあげればポロッと取れるんですけど、これエポキシとかでつけちゃうとちょっとニュッとはみ出していらんところがくっついちゃうともう二度と取れなくなっちゃうんですよっていうのもあるんで、瞬着を使ってやってますけど、まあそれなりにがっちりはつけんのとダメっていうのもあるので、ゴム系接着剤は使いたくないんですよね。なのでその辺を考えるとこういう選択肢になったって感じですね。でまたここにローターハウジングを乗せて瞬着で固定。だね、これをねひたすらやっていきます。これでね2ローター組めた状態になります。まあ FD とかの場合だったらこれで終了っていう感じなんですけど、こっからさらに前後にもう1個ずつつけていくって感じになるんで、どっちからいこうかな。こっちの短い方、エンジンの前側の方からやっていきましょう。でここはこういう分割構造になってるんで、これがねちょっとね愛の関係でこの組み合わせでなんか硬さが変わったりするんですよね、僕のやつね。今僕が組んでるやつなんで、ちょっとその辺はね組んでみて確認するって感じですね。クソめっちゃ作業しにくい。仮組の時はねこことかをね接着しないまんま作業をしてたんで、それでねきつかったのかなっていうのもあるんですけどね。ちょっとあれがきついぞ。はい。でここからはね結構ね調整が大事で、でもこの時点でもちょっと回転がきついかな。中でローターが暴れちゃってるもんな。やっぱねローターとねこのこうなるわけですよね。こうなってこのステーショナリーギアにローターの内側のギアが噛み合いながらこのエキセントリックシャフトをこういう風にこう変身しながら回るんですよね。こういう風になるんですけど、ここがねやっぱね愛がね多分あんまり良くないんですよ。この内側のギアとこのステーショナリーギアの愛が良くなくて、回してるとねちょっとずれてきちゃうんですね。で結果引っかかっちゃうっていう感じになっちゃうんで、これは無理だな。無理って言いたくはなかったんだけどこれは無理だなまあとりあえずじゃあ組んでいこう。
どっちにしろね、組んじゃうともう全く回すことも見ることもできなくなる部分ではあるんですけどね。だけどしっかりやってあげたかったんだけど、ちょっとこれは無理だな。はい。で、続きやっていきましょう。ちょっとね、周りにつけるものの微調整をちょいとやりましたんで、続きをやっていきます。で、このフロントカバーですね。フロントカバーをつけてあげる。これ多分ね、この中に、実写の場合はね、この中にチェーンがあって、ここにオイルポンプがあるんだと思うんですけどね。カバーでカバーされてるので、つけておきます。実写もなんかこんな感じのね、茶色なんですよね。実写もこんな感じの茶色なんで、茶色で塗装してます。ちょっと素材的に何なのかとかはちょっとよくわかんないなんですけど、こんな感じで取り付ける。で、本来というか市販車の場合だとこの下にオイルパンがつくんですけど、これはレーシングカーなんでね、オイルパンがなくてドライ散布になるんですよ。で、オイルパンの代わりにこういうね、オイル受け兼、このエンジンの補強プレートがつくんですけど、これなんかね、合わすとね、サイズが大きいんですよ。後ろはみ出ちゃってね、サイズが大きいんで、ちょっとこれはね、後ろのミッションとの合いとかも確認しながらやっていかないとまずいことになりそうなんで、ちょっとね、今回は一旦つけずにいきます。つけずにいって、今度ミッションをつけるときに、調整しながらつけていくって感じでやっていきます。で、あと後ろにこの、クラッチですね。クラッチを取り付けるんですけど、クラッチはフライホイールにこういう形でついてるんで、ここを接着してくっつけてあげます。ちなみにこのクラッチもミッションケースつけると一切見えなくなります。こんな感じね。真ん中のね、ダイヤフラムスプリングのとこだけ、一応ちょっと黒鉄色で塗装しておきました。したところで見えないんですけどね、ミッションケースがつくとね。で、この真ん中にこうつく形でくっつきます。こういう感じ。はい。で、あと前側のね、あれこれパーツをつけていくんですけど、まずはオイルの配管とかをつけてあげる。で、これがね、何なのかがよくわかんないんですよね。ここに1個ね、なんかニップルみたいなのがつくんですけど、こいつがちょっと何なのかがよくわからん。ここにね、こういう形でつきます。多分これオイルなのかな、オイルの潤滑用の配管なのかな、ちょっとわかんないんですけどね。で、これが多分ウォーターポンプですね。最近のレーシングカーだとウォーターポンプは割と電動のポンプになってることがね、多くなってるらしいですけど、この当時はこんな感じで市販車同様の、ベルトでね駆動するウォーターポンプがついてます。で、この辺がね、本当にね、どこに何がつくのかがね、説明書からだと全く分かんないんで、まあ資料を見たりとかネットでググりながらこうパーツをつけていくって感じでやってます。で、ここにこれはクランクプーリーって言ったらいいのか何なのか、このエキセントリックシャフトからの出力のプーリーをつけてあげて、で上にオルタネーター、こういう形でつきます。多分これで合ってると思う。で、微妙にね、このプーリーのね位置が
微妙に合わないので、その辺はちょっと曲げて修正してあげる。曲げて修正してあげて、だいたい揃うようにしてあげる。そしたらベルトをつけるんですけど、これ開封の時にも言ったように、ベルトはね、この UV プリントのこういうパーツがついてるので、これをね折らないように気をつけながらここから外してあげます。でこれをここにはわしていくっていう感じでやるんで、どうやったらいいやろう。一箇所まず固定しちゃおうか。これね、片方の端っこがちょっとだけ薄くなってるんで、このベルトがね薄くなってるんで、ここをまず端っこ止めてあげて、でベルトの取り回しがこうきて、それぞれのところで止めてった方がやりやすいかな。こういう感じでベルトを沿わしていくと。あんまりダルンダルンになってるとね不格好なんで、ちぎれない程度にそこそこ貼ってあげる。よし、うまいこといった。こういう感じ、こういう感じでベルトを取り回してあげます。こんな感じね。ウォーターポンプとオルタネーターで、これがアイドルアプリですね。こういう感じになります。であと横っちょに、多分これオイルエレメントやと思うんですけど、オイルエレメントがここにペタッとくっつく。こういう感じ。これで一応エンジン本体の組み立てが完成になります。こんな感じね。でさっきも言ったように、このスタッカーのプレートっていうのはついてないんですけども、それはまた後ほどつけようと思います。こんな感じで、あとここにプラグコードが刺さるのと、こっち側の上の段にインテークですね。インテークで、下の段にエキゾーストマニホールドがつくっていう形になるので、その辺はねまた次回やっていこうと思います。次回多分ねエンジンだけであと2回ぐらいかかると思います。結構やることまだまだいっぱいあるんでかかると思うんですけれども、また続きやっていきますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると最新の更新情報を見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、とりあえず今回の作業はエンジン本体の組み立てをやるっていう形で、終わりにさせていただこうと思います。また次回よろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。